to NiziU。今日どうやった？撮る2人で撮るってなって。正直言っていい？うん。ちょっとなんか緊張した。ペアとかも撮影とか歌ではあるけど、こういうコンテンツではないから。確かにこういうコンテンツでは初めてかも。まあ一応さマンネーだラインやから、深い話とかもしないやん。2人きりでバカなことはめっちゃ話すけど、2人きりで深い話はしないから、確かにねちょっと確かに初めて会った時のこと覚えてる？いいの覚えてる。東京合宿ではなかった。東京合宿の時に多分一言も言ったことない。なんか挨拶東京合宿はね、確かにほらグループ違ったからマジで26人もいたしね。期間がマジで4日とかしかなかったから、そんな喋る機会なかったけど、東京合宿で本当に挨拶したことしかしたことなくって、絶対ミーヒニナのこと覚えてないと思ったし、うちもミーヒ練習生だから、なんか分かる。その時正直誰も覚えてなかったじゃん、お互いのこと。確かに確かに。で、練習生は一旦名前も出てるし覚えてるって感じだったのね。でその時に行って地下で、その時に練習室に入る前にボーカリストから地下のボーカリストが出てきて、でその時に謎にミーが「ニナ久しぶり!」って出てきてめっちゃ「名前知ってるの?」みたいなでびっくりしたのが覚えてて、なんだろうね、めっちゃ印象的なちょんまんなんとかじゃないよね。なんかみんなが流れみんながあっち行ってたからミーヒもちょうど出てきて、ちょうど目の前にいたのがうちみたいな感じで「ああ久しぶり」みたいな。お互い面白かったこと。でもなんかミーヒ的にはやっぱニナのリアクションがおもろい。なんかこの前ニナのお姉ちゃんも見たやん。マジニナのお姉ちゃんもニナも全く同じリアクションするのね。笑う時とか超似てんの。だからなんか姉妹って似んねんなっても思ったし、もうなんか笑う時のリアクションが超おもろくてちょっとびっくりした。マジそこがニナの面白い。ニナもミーヒが何々が面白いじゃなくても本当にただ単に面白いね。何言ってもおもろいね。さっきやろ楽屋でミーヒがお箸反対に使ってただけで超笑われたし、そうなんか全てがおもろいね。ミーヒがやってると考えたらもうなんかもう笑ってそれは褒め言葉なんかな。なんかもう最高よ。それでテンションありがとう。ミーヒはそうやな、ニナが笑う時にマジ上から下までボンあれ結構な癖。結構な癖やけど、それを毎回するからマジでおもろい。でも自分でもなんかそこまでブワンって下がってたね。なんか自分の身長に気づいてないから気づいてなくって、みんなが言ってからでも結構確かに、あそこからあそこまでだって170センチ近い人が床まで落ちてったら結構びっくりすんのよこっから。そうだよね。本当にミーヒ面白い。それはもう伊集に早く知ってほしい本当に。マジでおもろい。ここにマイクありますけどね。まあ大体意味はわかるよね。ボーカル担当だからね。そうね。まあ歌も好きやし、NiziUでもボーカル担当させてもらってるし、ほんまにニナとなんかリクとかともやったしツアー中に。やけどやっぱニナとこうパートが被ることとか多いやん。なんかわかる？わかる。そのつなぎ？そうニナとミーヒがセットで歌うことが多いからすっごいわかるわ。このマイク置かれた意味。そうね、お互い好きなパートとか好きな魅力的な場所。練習してる時の練習曲がファン見てないけど自分たちが好きな曲とか歌えるじゃん。でその時にミーヒがいつも自分の声質にめっちゃ合う曲選ぶから聴いてる時にやっぱうまいなってめっちゃ思う。ミーヒはニナのやっぱり高音が好き。ほんまに？なんか一回どこまで行くのか聞いてみたいっていうのもあるし、あとやっぱクラップクラップとかの圧倒的なバーンってくるのが初めてだったから、クラップクラップの時にそのボーカル高音がすごい見えるやんあの曲が。でそういうのが初めてやったからやっぱさすがやなって。でもクラップクラップが好きかなやっぱミーヒは。みんなミーヒのクリスマスソングの系が好き。なんかそのクリスマスソングってなんかちょっとハスキーな柔らかい声がいいじゃん。だから練習してる時とかに例え歌ったりとかするとそういうのがめっちゃ聞き心地がいい。なんかほっこりする。でもミーヒ意外とニナの低い声も好き。なんか毎回低くてバラードっぽい歌を歌ってた時にこういうなんかタイプこういう曲もいけるんやと思ってびっくりしたし、そういうのも結構好き。みんなある。ミーヒ別にあんまり入ることないけどお互いの録音とか結構もう序盤でいいやつを出す気がする。ミーヒってだからなんか
ちょっと時間かけて最後らへんにいいやつが出てくるタイプと、もう序盤からもういいからバンバン行くタイプいるじゃん。ミーヒはもう序盤からもバンバンっていうのもあるし、まあでもそれはそうかも。なんか自分的にもミーはだんだんやって上手くなるタイプよりかは確かに一回でこう行って、そういうタイプかも。確かに、ね、結構でもうちは最後らへんだからいつもみんなの声聞こえるから、その時にいつもなんかミーヒ一発目で出したやつが一番良かったなとか思う。へえ、嬉しいですね。まあでもニナはそうやな、練習室にボーカル室にこもってるイメージはある。でもこもってるからこそ何してるのか知らないけど、その曲をもっとこう出してほしいなって思う。そうそう、なんかそう。ミーヒはやっぱりミーヒ的に何を歌ってもバラードになると思ってるの自分が。なんか声質もそうやけど結構バラードが好きやし、聴くのもバラードが好きやから、歌うのも練習曲って言ってもミーヒバラードしか選ばへんやん、ほぼ。だからそういうのもあって、まあ、良くないなっていうのは思ってて、そのなんか20の曲って明るい曲が多いから、そうどうしてもそのやっぱなんかアップテンポの曲についていけない、遅くなっちゃうんよね多分テンポが。だからそれはまあ良くないなって思って、まあそこかな。アップテンポの曲をもうちょっとうまく歌いたいっていうのはある。みんなは逆なんかなんだろう、どのやつでもリズムが速くなっちゃうとか、なんだろう、曲のここの部分に切ったりとかなんかの入れたりとかするといいとかあるじゃん。その方が感情感じられるみたいなやつあるじゃん。そこら辺に頑張ってここで切ってとか、もうちょっとゆっくりちょっとちゃんとリズムを食べてとか、そう速くなっちゃうね、みんな逆。そうなんや、逆やな。そう。いやでもミーヒ的にやっぱりなんかニナがいるからすごい楽に歌えるっていうのはある。ほんまに？なんかツアーの時とかもそうやし、まあ一緒に結構、ツアーを通して結構一緒に歌うことが多くなったやん。ネバーエナフもそうやし、ノバディとかもそうやし、普通に20の曲もそうやけど、なんかニナがいるからなんかどっか安心してる自分がいる。なんかニナがいるから多分どうにかなってもどうにかしてくれるやろみたいな安心がある。でもニナもそれはある。完全になんか例えば自分が衣装で問題あったりとか、なんかこけて怪我してステージ降りなきゃいけないとかあったらまあミーヒは全部歌ってくれるでしょっていう安心がある。そうだからなんか、結構ボーカル面で安心することはやっぱ多いかな。ミーヒらがさ録音する前にさこうデータが送られてくるやん。でそのデータが送られてきた時に、まあ、聞くのってそれは20の声じゃないから、ですごい高いやんか、最近。でまあパートが来た時にやっぱここニナやんなみたいな。でうわ高っみたいな。で、まあ、ニナはできると思ってるけどニナが歌ったらどういう感じになるんやろみたいなのをすごい思うのね、ミーヒは。で録音したのが出来上がって聞いてみたらやっぱなんかニナってすごいなやるやんって思う。なんかデータで送られてくるのよりもやっぱニナの声の方がすごい合うし、なんかニナのなんか歌い方っていうのかながなんかやるやんって思う。ニナのあれ MV 撮影の時にミュージックビデオ撮影の時に毎回思う。なんか個人シーンとか、トレーラーとか撮ってる時に、そのティーザーとか撮ってる時にいつもなんかできる子だね、本当にミーヒはできる子だって思う。なんかミーヒそれならあれクラップのトレーラー撮った時覚えてる？2人でさニナだけ撮ってたんやけど黄色い箱をさ、あの時ガチでニナうわいくって思った。ほんま？多分メイキングにめっちゃ言ってる。ニナやばいですって。あの時本当にすごいと思う。チョップスティックのミーヒの鼻のやつがめっちゃやるなやるなと思ってめっちゃできる子。そうやわ。ミーヒそうクラップの時意外と何でもできるから、だいたい本当に日常のことでも本当にミーヒってできることねってもういつもメンバーみんなと言ってる本当に。ほんまに？特にリマと2人で本当にあの子できる子なのよ。やればできる子なのっていつも言って。初。お互いがいない時に会いたくなった時？会いたくなったというよりもミーヒこれ好きだろうなと思って写真撮るもの多い。途中なんか歩いてる人するじゃん。でなんかミーヒがめっちゃ好きそうななんかピンクのものとかイエンとかなんかあるじゃん。そしたらミーヒめっちゃこれ好きなのになとかミーヒこれ好きなんだよねとかミーヒめっちゃこれ似合いそうとか自然に言ってる。本当？多分家族とか出てる時に結構そういうの言うかも。本当？だからみんなもっと見せてくれていいのにもっとそれ見たいのにで見せようと思うんだけど毎回忘れちゃう結局フォルダにあるんだけど、家帰ってる時とかにフォルダあるじゃん。ちょっとあっちの車に乗ってる見せれへんわと思ってでまた忘れんね。確かにそうね。忘れちゃうんだけど、なんか意外といない時こそ外出とかにしてる時にでもそれはミーヒもある。なんかこの間とか遊びに行ってた時にニナが
なんか久々に家族に会えた時とかになんか、ニナ今頃楽しく過ごしてるかなとかすっごい考えちゃう。今何してるやろうとか、なんかほら家族とやっぱ家族がアメリカに住んでるから、ニナの場合はだからそうなんか今楽しいかなとかは結構思う。でもなんか自然に思ってるよね、言わないけど、そう別にお互いにこう楽しかったとかそういう話をするかって言われたらすごいするタイプでもないけど、うちらがだけどすっごい心の中ではめっちゃ思ってる。それわかる。一日だけ変われるなら、一日変えれるならニナはミヒになってめっちゃフリフリな服を一回着てみたい。そんなん別にミヒも着ひんけどな。でも似合うじゃん多分着たら。衣装ではな。でニナは似合わないタイプなのよ。ほんまに？だから私はどっちかというと分かる、こういうちょっとシンプルな系の方が似合うから、一回もうピンク白もふわふわフリフリもめっちゃあって髪も巻いてる。ミヒは英語かな。なんかニナが喋ってる英語がかっこいいよなやっぱり。そうなの？かっこいい。昨日とかも電話で聞いててかっこいいなって思って。めっちゃ見てた。めっちゃ見てた。聞き取れるかなと思ってめっちゃ頑張って聞くやん。何も分からへんねんな。だからほんまにニナに変わったら本当に英語喋りたい。でもめっちゃ昨日この前の電話めっちゃミヒの視線感じた。これ話しててこっち向いてるんだけどミヒめっちゃなんて言ってんやろなんて言ってんやろ。しかもその時2人やったから余計さ、なんて言ってんやろなんてほんまに分からへんの。意外と聞き取れる時あるやん。ほんまに？でもリバのは聞き取れんのよ。でもニナのは本当に分からへん。ちょっと違うからねうちらの。違うんや。喋り方がちょっと違う。だからか。本当にニナのアラームだけは本当に直してほしいとミヒは思ってる。楽しそうにやってるかは知らんけど。でもね最近頑張ってる。最近治ってきた徐々に。そうさミヒが結構1回でさ起きれるタイプやから、まあ不思議やなって思って聞いてた。でたまに朝ニナ早く来て早くとか言ってた時を思い出す。ぐらい直します。歌手としての夢ね。何したい？まあなんかコンテンツとかでもいいから一回、ニナとなんかカバーとかやってみてもいいかなってのは思う。その私たちだけの夢としては。20としてはやっぱりもっとねいろんな国にも行きたいしあれやけど。個人の夢とかない？個人の夢？なんやろニナは？私？でも私は絶対なんだろうコンテンツとしてもっと上げたいなと思った。歌だけじゃなくてダンスとかもお姉ちゃんたちやったりとか、そういうのも見たいと思う。確かに。そうね。でも個人って言ってもね、個人って言っても分かんないよね。なんか一人で何かをするっていう想像が今つかない。それ今よく考えてもやったことないからそういうの。なんか20としてこの何年間9人でいろんなことをずっとやってきたからユニットでもめっちゃ新鮮やったもん。それなんか9人でやらないってだけでめっちゃ新鮮やし。でもああいうのとかいいとなんかみんなで集まってなんかこういう感じで歌ったりとかするのも楽しそう。なんかうちらめっちゃ元気なダンス曲とか多いけどちょっとなんかリラックスするチル系をちょっとこういう感じで座りながら綺麗に歌いたい。そう綺麗に歌いたい。わかるわ。そうだよね。じゃあなんか約束すればね叶うかと思う。いつか絶対コンテンツで2人で綺麗に可愛くちょっとゆっくりめな曲を歌ってみよう。バラードね。いいね。約束。じゃあまあ約束もしたし。まあでも今日ないやでもニナと2人こういうコンテンツめっちゃ新鮮やし、まあでもそう実際にやるのも初めてじゃんね。こうやってちゃんと座って2人きりでの。まあでもお互い好きなことがさやっぱ歌一緒やから。緊張してたけど意外と思った以上大丈夫だった。なんで緊張すんねん。まあでもねいろんなこと話せたしよかったし。ちょっと歌はね近いうちにでもまあちょっと経ってでもちょっと絶対やりたいね。私もアラームちゃんと直します。アラームな頑張れよ。頑張る。バイバイ。バイバイ。アボカドじゃなくてバイバイ。バイバイ。